ほらこれね全部ね私の望遠鏡なんですね。ほらずらりとありますよね。なかなかねちょっとご近所様のね目がね恥ずかしいものはあるんですが、こうしてねちょっと日光浴してます。ではねちょっとね手がブレちゃうんでね、この三脚を使いたいんでこれからね紹介しましょう。まずはねスコープテックのねラプトル50です。これはね今更ですがね、私の動画にはね結構スコープテックのラプトル50の動画をねアップしてますので、よろしかったらねそちらをご覧くださいっていう感じですがね、とてもね性能のいい望遠鏡です。口径はね5センチでね、私ここのね接眼部の径をね 31.7mm のねアメリカンピースに変えております。でね下にあるね三脚がねビデオ三脚なんですね。これね結構ね安い三脚なんですけれど、スリックのね GX6400 ビデオってやつなんですけれど、ビデオ三脚はねこうしてねフリーストップが効くのでね、なかなかね天体向けにはいいと思います。はい、次はねビクセンのね A62SS なんですけれどね、これはねいろいろ言ってきましたが、色臭さはねちょっといただけないですね。定価がね6万円超えるものなので、もうちょっとね期待してたんですけれどね、これはねなかなか自分の中でもこれからどうやって使おうかとね悩んでいる望遠鏡です。コンセプトはねいいんですけれどね、非常にいいんですよ。組み立て精度もね非常にいいんですけれどね、やっぱりちょっと肝心な見え味的なところにちょっと私は不満を持っております。次はどこ行こうかな。こっち行きましょうか。次はね高橋のねミューロン 180C です。これね口径18センチのね反射望遠鏡です。反射望遠鏡でも横から覗くタイプではなくって直視できるタイプですね。ちょっとね純粋なカセグレンとは違うんです。ドールカーカム式と呼ばれるね、今ね高橋さんぐらいしか作っていない形式なんですけれど、惑星とかね高倍率の観測、そういったものを重点の設計されています。あんまりね撮影的には重視はされていないような気がします。一応ねレデューサーとかもね別売りされてるんですけれど、私もそういったものはちょっと買ってはいません。その次はこっち。次はね FC100DF というね望遠鏡です。このね望遠鏡もね私の動画の中にはね結構しょっちゅうね出てきているものなので、ご存知の方もいるとは思うんですけれど、これはねご存知の通りフォトビジュアル機ですね。写真もね撮れますしね、眼視でもね性能が非常に高い望遠鏡です。なかなかね重宝しますね。さてとその次はこっちかな。はい、その次はねビクセンの A70LF ですね。この望遠鏡はね非常に見え味がいいです。私もねこの望遠鏡はね初心者の方にはね非常におすすめできる望遠鏡だと思います。課題にはねモバイルポルタがついていますがね、多分モバイルポルタ A70LF というねセットでね買うのが今は一般的かと思います。次はねスカイウォッチャーのね MAK127 です。これはね大人の初心者のためのね望遠鏡ということでね、私ね惑星とかそういったものを眼視でね観察するのにおすすめだって言ってきましたが、私もねついにね手に入れることができました。ご覧の通りねマックストフカセグレンというねカタディオプトリック式のね屈折式と反射式の両方のねメリットを持つ望遠鏡です。非常にねコンパクトなんですけれどね、本当にねこれね見え味がよくってね、多分この中にね並んでる望遠鏡の中でもおすすめ度としてはナンバー1か2をね争うものかと思います。では次はねスコープテックのねラプトル60ですね。これもね動画でね紹介したことがあります。口径 60mm のね屈折式望遠鏡です。スコープテックのね屈折望遠鏡はねどれもね非常にね組み立てが良くってねシャープに見えますのでね、とてもね信頼できるメーカーです。特にね小学生のね高学年、そういった子供さんにねおすすめな望遠鏡になります。やっぱりねこうやってね振り回せれるのがやっぱいいですよ。詳細なね観察するのにはねやっぱ微動が必要にはなってきますがね、初めのうちはね振り回すことしかねしませんしね、で別に振り回したところでねグラグラするわけではないので、非常にね使い勝手もいいと思います。はい、次はね組み立て式の35倍望遠鏡ですね。これもね一度動画で紹介したことはありますが、一応ね口径はね 40mm ほどのね小さなね望遠鏡です。見え味はねそこそこではあるんですが、一応土星の輪はこれでギリね見ることができます。天文台のね売店だとかねプラネタリウムの売店、そういったところでお目にかかれる望遠鏡ですので、もしね興味があったらね買ってみても損はないと思います。では次はこっち。
コルキットスピカですね。これはね口径 40mm のね組み立て式の望遠鏡です。これもね同じ組み立て式なんですが、さっきのねこっちの組み立て式とはねまたねさらにねちょっとね難易度のね高めのものです。どちらかというとね高学年の子がね、自力でなんとか作れるか、それぐらいのね難易度だとは思います。できればね親と一緒に作りたいですね。ただね見味がねむっちゃくちゃいいです。これあればね土星の輪もねしっかりとね観察できます。では次は次はね高橋の FC76D ですね。さっきのね FC100DF のね弟分になりますね。口径は 76mm 屈折望遠鏡です。これはねあんまりね私の動画ではね登場したことが少ない望遠鏡です。それなりにね見味はいいんですけれどね、なんでしょうね、そこまで期待しない方がいいかなっていうのは正直なところかな。どちらかといえばねビクセンの SD81 とかねあそこら辺をねと検討されてるならあっちの方がね見味的にはいいような気がします。ただね高橋ブランドですからね非常にね精密にできております。で今回はね出してませんがねこのようなね 60mm のね対物レンズをつければね FS60CB としても使えるように今はなっております。次はねビクセンのポルタ 2A80MF です。これはねもうね入門用望遠鏡のね大定番となってますね。子供から大人までねみんな楽しめる望遠鏡です。口径もね 80mm ありますしね、基本動作とかもねしっかりとビデオもできますし、小中学校のね学校の備品の天体望遠鏡にもね多く採用されている望遠鏡です。さて次はどれでしょう。こっち行こうか。次はねミザールのね 70R という望遠鏡ですね。ミザールさんのね望遠鏡はねあまり今はね売られてはいないんですけれどね、この 70R を中心にネットでね買えるんですが、本来だったらねこの下にK型携帯というものがついています。性能的にはね申し分ないんですけれどね、ちょっと今この時代におすすめしようかなどうかなと思えばそこまでかなと私はちょっと思います。それでは次はこっちに行ってみましょう。エデュサイエンスのね 80mm の望遠鏡です。これはねトイザらスでね売っている望遠鏡なんですけれどね、スペックがね先ほど紹介した A80MF とね同じでスペックです。 80mm の 910mm。 ただねこっちはね日本製です。プラスチックでできていてね非常に軽いので、こうしてねカメラ三脚で運用することができます。こうしたね別途携帯とかも買ってね楽しむのもいいかと思います。これね非常にね見味のいい望遠鏡です。これね課題さえ良かったらねすごいねおすすめしたい望遠鏡のうちの一つです。本当にね惑星とか見るとねこれで見ると非常にシャープですよ。次あっちこっちにあるやつ、昔の望遠鏡などでね今買えません。本当にね昔のミザールさんはね非常にいいものを作っていたっていうことです。ではその次スカイウォッチャーのねスタークエスト P114N です。これはね私のね今本当はね一番推したいね望遠鏡ですね。とてもね楽しいです。反射望遠鏡なんでねそれなりのね欠点だとか使いにくさっていうのはあるんですけれどね、それを抜かしてもねやっぱりおすすめしたいですね。ネオワイズ彗星って来てたじゃないですか。今もいるんですけれど、それをねこれでね毎日見てました。口径でかいですしね取り扱いがいいですしね、何しろねこのね赤道儀がね意外とね精度がいいので、望遠鏡が揺れるってこともないですしね、新製品なんですけれどね、自分がビッグカメラの店員さんだったらねこれをどんどん進めていきたいなと思ってます。最後はねアクターオプティクスのニュートニーとマクシーですね。このようにね中が見える望遠鏡です。ニュートニーはね口径5センチなのでね非常にね小さな望遠鏡なんですけれど、やっぱね見え味はねあまり期待しないでください。どちらかというとねこれをね学習机の隣に置いてね窓際から月の光が見えたらねたまには月を見てみるかっていう形でね息抜きでねこれで月をね見るのがいいかと思います。土星に関してはね正直ねこのセットのままではね厳しいです。輪がねちょっと見えないです。裏技を使えばね土星がね結構くっきりと見えるんですけれど、その裏技を使うにはねあともう何千円かね投資しないといけないので、私的にはねおすすめはやっぱりこっちのね兄貴分のマクシーですね。これはね口径6センチのねマクストフカセグレン式望遠鏡です。もちろんね中も見えます。パッカーンと。
おもちゃみたいですがね、本当にね頼もしい望遠鏡です。これはねおすすめですね。はい、いかがでしたでしょうか。こうやってね数えるとね、実はね計18台持っていました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。